皆さんこんにちは、大輝です。ノアです。本日は前回 YouTube ライブでね、はみんなが見たい動画何違う今高校生のリアリティショーを見てるんです。あ、そう今日スキンを見てて、なんか高校生の時の恋愛ってどうだったかなとか思ってて、で今度 YouTube ライブの時に皆さんに高校生の時の恋愛話とかどうですかっていう話をしてて、今日その動画を撮りますっていうことなので、ノアさん高校生の時どうでしたか？自分はね、ライブの時も話したんですけど、高校の思い出があんまりないんです。そうなんだって。なんでなんか友達もそんなにいなかったし、すごいほんとやんちゃみたいなことをやったわけではないけど、高校3年生はほとんど学校行かなかったし。そうなの？いろいろあったの。でも高校はないけど、前もちょろっと話したことあるかもしれないけど、自分が初恋したのは中学生の時。大人になっても一回やったんだけど、普通にお酒飲んで終わったんだけど、あの子はもちろんね、こっちじゃないから。今のは男の子の話、好きになった男の子の話？何の話をするの？これ女の子の話だと思うと、中学校の時の。全然男の子でもいいけど。高校生の時に女の子が一人いたの？そうなんだってよ。そうだわ。女の子と付き合って、逆に付き合ったから分かったみたいな感じでしょ？いやもともと分かってたけど、ダメ、こんな話はしたくない。分かりました。じゃあ中学校の時に男の子を好きになったんだ。でその子と成人になってからお酒も飲んだことがあるんだ。そうですよ。へえ。中学生の時自分が好きすぎて、ゲームとか、自分もゲーム好きだけどあの子もゲーム好きだから、私が PC 版ネットカフェのお金払うから一緒にゲームしに行こうとかなんかいろいろ誘ったりして。中学ででそれでね、私がずっと好きだったわけですよ、あの子のことが。なんもないじゃん。それで中学校卒業する時に、高校も別になってたし、それで私は留学行くんだとか嘘を言っちゃったの。最後のなんか私のこの悲しい気持ちを分かってみたいな感じでね、海外に行くんだとか言ったら、あの子から来たメッセージがあるんですけど、それがごめんねだったんですよ。どういう意味なんだろうっていろいろ考えたけど、今思えばあなたの気持ちを知ってるけど、それに応えてあげれない自分がいてごめんねだったんじゃないかなと思ったりして。じゃあ海外とか行かないとかじゃなくて、普通にごめんねだったんだと思う。中学で？高校1年生になる前だね。でも本当に学校の思い出があんまりないからさ、自分はあんまり友達もいなかったし、友達に人気があるタイプでもなかったから、あんまりいい思い出はすごいいっぱいではないかも。いい思い出も悪い思い出もあって、今自分がいるので記憶にないことは仕方ないかもしれないけど、でも自分も中学校高校の時、自分の気持ちには多分気づいてたんだよね。多分っていうか、気づいてたけど悩んでた時期だったんですよ。どうしたらいいか分からず、自分って変な人間なんだと思って、その変な部分をどうにかして閉じ込めたいっていうか、ないものにしたいと思っていたりね。だから高校大学始まるぐらいまでは一人の女の子で好きな子がいて、自分はその子しかいないみたいな、なんかもうその子と恋愛しなきゃもう自分の人生終わっちゃうみたいなさ、極端にすごく考えてて、じゃないと本当にゲイになってしまうかもしれないみたいな、それが怖くて、怖いって思う必要も今だったら全く若い時はね、思わなくてよかったけど、やっぱ自分みたいな人が周りに一人もいなかった環境だったから、いたと思うよ。ただ自分みたいに言えない人たちがいっぱいいて、心に閉じ込めてた人たちがいて、無理して女性を好きにならなきゃって必死だったと思う、当時は。みんなそういう時期あると思う。でもね、自分はね、クラスメートだったりとか、部活もそうだけど、なんか好きな男の子ができるってことは一回もなかった。この人いいなとか。学校で？そう、別に全員が友達の感覚で、なんか恋愛対象はやっぱ女性だったの。だから好きって感情が全くその男の子たちにはなくて、ただわかんない、それも自分の中で頑張ってそういう風にしないように締め付けてたのかもしれないけど、なかったね。誰か好きっていう感情はなかった。逆に東京出てきてゲイの人たちがいっぱいいるってもっと知って、そこからやっと自分と同じ人たちがいるんだってことを知って、やっと恋愛感情が生まれたかもしれない。ストレートの人にじゃあ恋心を抱くのも怖かったかもしれないし、自分でも自分で自分を認めたくなかったから、恋愛っていう感情がなかったかもしれない。ハッピーな思い出を話す回だと思ったら私たちの暗い話ばっかりでちょっと申し訳ないですけどでもそれがあって今もいるし、なんだろう、別に
暗い話だろうが明るい話だろうがは置いといて、今感じるのはもっとなんかそのオープンになった人たちが増えたなと。やっぱり今はね、うん時代は変わるんですよ皆さん。やっぱりさ、その SNS とかも見ても本当にオープンにされてる若い子たちたくさんいるなと思って羨ましいなと思う反面、どんどん生きやすい社会にはなってきてるなって嬉しさもあったり、自分はでも女の子を好きになろうと必死でした。本当は私はね、学生たちがあんまり聞いちゃダメな話だけど、学校をサボって地方に遊びに行ったりしてたの。それがすごい楽しかったちゃんとでもよく卒業できたね。これ話してもちゃんとね、病院からのその診断書ねそれをそう診断書をちゃんと渡した。でうちの先生も、うちの担任先生っていうもう、ちょっと理解がある人で、この子はもう勉強には向いてないし、外で社会経験を早めにした方がいいと思ったんじゃないですか。広い心で私を見守ってくれました。ありがとうございました先生。昔から自由にのびのび生きてる感じはするけど、友達もいなかったし、みんなから別に好かれたりもなかったけど、私が楽しければいいやと思う人生でしたね。すごいもう生まれから強いってみんな思うじゃん。違うんです。いろんなことを経験してぶつかってここまで来た私、拍手ですよ。若い時はもう心もね、ガラスの心っていうか、もう弱かったんですよ自分も。それも聞いた。なんかちょっとされたらはぁ、どうしよう自分と思ったりしてたけど、もう腐らない。そんなの自分が楽しければいいと思って、皆さん人生生きていかないともう悩むことばっかりだし、悩んだところで変わることもそこまでないから、自分を信じて自分が楽しいことをいっぱいやってください。そうやって大人になったらね、強くなれるし、いいことが絶対あるはずだから。今まで私が悩んだこと、やっぱり学校から離れていろんなものを経験したのが一番良かったのかな。いろんなことを学んだろうね、学校以外で。まあでも自分もちょっと近いというか、小学校の時にさ、そのオカマみたいな感じでいじめられたりして辛くて、自分は周りの人間とは違うんだじゃないけど、学校行けなかったこともあったけど、自分が好きなものとか目指してるものがあればね、それだけあればなんか立ち向かっていけるっていうのはね、すごく思ってて、中学校行くって決断したのもアイスホッケーは好きだったから、アイスホッケーを続けるためには中学行かないと高校行けないよってなって、札幌でね、部活の高校でアイスホッケー部が一つの高校しかなかったから、じゃあ中学校本当に行かないとアイスホッケー続けれないなと思って、負けないで中学校通いだしたから、やっぱりだからその自分がやりたいものとかなんか、そこがあれば、そこだけを考えれば生きていけるんだよっていうね。でもやっぱりこういう自分たちの仲間うんの方たちってこういう、自分と似たようなケースもあったんだなとか、もし似てたらね、こういう話でもうちょっとね、ハッピーに過ごせるあなたたちになればいいなと思って。そうだね。すごい偉そうですけど、まあね、自分の時は自分しかいないと思ってたけど、今はこうやって SNS もあるし、当時はなかったからさ、本当に周りにこういう人たちがいるのかなって分からなかったけど、はい、結局カメラがダメで携帯で最後の挨拶をしようとして今オンしました。皆さん、はいということで、最後言いたかったのは自分一人じゃないので、いつも言ってることなんですけど、本当一人じゃないからね。これからも味方はここにいると思って、何かあれば連絡ください。じゃあ皆さんの青春、中学校でも高校でも大学でも楽しい時間を過ごしてもらえたら嬉しいなと思ってます。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。